今回は安心安全なメンバー教えてくださいに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。もうスキャンダルは嫌なんよ。いろはは、安全。アスカもいろはの礼儀正しさと汚れのなさが、乃木坂に影響を与えてくれればいいと言っていた。そんな人はアイドルに合格できてないですよ。秋元真夏を信じろ。梅沢、山下。山下も加入前の流出写真で騒がしたからな。田村真由しか信じられない。松平と親友な時点でな。スキャンダルなしで卒業した人を押せよ。マイアンもないクタとか生駒とか桃子とかさ。もうマイアンでよくね。逆にみそじおばさんは浮いた話の一つでもないのかと。18超えたら恋愛してもしゃあないって。井上さゆりは全く男の影が見えなかったな。OG で言うならレナチモかな。もう真夏と田村真由ぐらいしか信じれん。あやめちゃん。現役なら民5パイセン。でもノースキャンダル白石生駒の方がアンチ多いよ。白石はオタ数の割にアンチ少ないだろ。絶対女王だからな。ニャギもいずれそうなる。遠藤、架橋も大丈夫そう。神奈川のあれの件からしばらく距離置いてたし。久保だろ。卒業まで 100% ないレベル。弓木やろな。愛知の言う弟は怪しさ満点だろ。お前なんかに言われたくなかろうよ。イケメン好きは全員アウトよ。絶対大丈夫だと言い切れるのは久保ちゃんかな。推しは楽天のモテキだし安心安全。卒業したら野球選手と結婚しそうで嫌。逆に久保しおりにスキャンダルが出たら乃木坂は完全に終わる。毎回言ってるが一人称が自分の下の名前のやつは地雷。ヨダも一人称勇気で該当。久保ちゃんははっきり言えば男嫌いだから。ミーグリでも男オタには塩対応。女オタには喜んでニャンニャンしおりんやってるという証拠がある。男オタは基本キモいからしょうがない。男が嫌いと男オタクが嫌いは全然違うから。AKB の岡田奈々もそんなキャラだったが。1期秋元真夏。2期鈴木彩音。3期梅沢みなみ、久保しおり。4期遠藤桜、筒井あやめ、柿遥香、田村真由、早川聖羅、弓木直。5期井上凪、池田テレサ、伊尾木真央、富里奈央、奥田いろは、小川彩。この辺は安全だよ。遠藤、弓木、池田は危険。田村、早川なんて、コロッと引っかかりそうだし、むしろそういうキャラを売りにしてる。久保軍団は大丈夫だと思うぞ。裏切ったら泣くぞ久保ちゃん。なんなら久保軍団の門を叩いた神奈川とあるのはもうしでかさないと思うわ。あそこから努力して今のポジションまで来た神奈川は安全だと思うわ。あるのは異性問題でのスキャンダルはないと思う。最も安全な動きは井上だと思う。あの子からは白石みたいなプロ意識を感じる。井上わかる。神奈川が安全とか甘いよ。一時が万事なんだよこの手のやつは。一時が万事。まさにその通り。審判会社の信用履歴も一回罰がついた客の履歴は残り続ける。カッキー。3期は全員アウトだと思っといた方がええよ。梅久保向井吉田あたりはなさそう。これな。多分蔓延してそう。あと野球好き公言してるのは危ない。予防線張ってる気がする。競技として野球が好きって公言してんのは、逆に言えばやましいことが何もないからでしょ。影山だって別にサッカー選手と付き合おうって打算で活動してないだろうし。正直言って舞台やってるやつで絶対安全とかねえから。安心安全だったメンバーがこういうスキャンダルを許すごとに危ないメンバーに変わっていってんだよ。だから与田の件が黙殺されるなら安心なメンバーは誰もいなくなると言える。舞台仕事があるメンバーは危険と思った方がいい。奥田いろは。あやめんは安心安全。あやめんはなんか心配。とりあえず運営に押されてるメンバーをしとけ間違いないでしょ。不自然に干されてるやつはアウトだよ。秋元真夏さんだけは裏切らないよ。白石はすごかったな。現役時代あれほどグダグダ言われてたのが嘘のようや。安心安全の岡田奈々ちゃんをおすすめ。
中村玲乃。ガードがすごく硬いって、ドラマで共演した綱啓永に言われたらしいから。まゆたん。西野、ワイルド D。与田、ジムトレーナー。白石、無。梅沢、無。この差よ。ワイルド D なんてツーショット写真も同じ場所で撮った写真もないのに。吉田って加入前に女と同棲してたって見たからなんともな。結局真夏さんなんだよな。真夏と YAC トークだ。真夏さんは処女でしょ？安心安全言われてたゆきりんが今ああなってるんだぞ。伊藤リリアは1年くらい前に話した時は彼氏一度もいたことないから彼氏欲しいって言ってたけど今は知らない。セイミヤレイが安全やないか。西野は何もないんだったらブログで否定すればいいのにしなかった。なんで週刊誌報道にいちいち対応しないとならないの？繰り返すけど西野とワイルド D はツーショット写真どころか、同じ場所で撮られた写真も存在しないのに。与田は同じ場所で撮られた写真があるから単なるトレーナーですと否定したけど。中高生メンバーだけだね。18過ぎたら自由にさせてるみたいだしとりあえず年少メンバーをしときなさい。逆に現時点ですらグレーなのは岡本坂口とか？日本人の半数はロリコンだから若いほど危ない。YAC の安心感は異常。可愛い女の子がいる専門学校を出て可愛い女の子と同棲し可愛い女の子の来る店でバイトして可愛い女の子がたくさんいるグループに入る。信じられるのは吉田だけよ。野村監督曰く髪の乱れは心の乱れと言って黒髪以外は全員危険よ。ジャニーズとかイケメンに興味がなくて黒髪のメンバー誰がいます？偏差値が高ければなお安心安全。久保ちゃんと葉月だな。二人とも黒髪で染めたことない。ジャニーズ興味なくて加入前から乃木オタ。有識者にお伺いしたいのですが、向井葉月さんは安心安全ですか？過去面で言えば白石、生田、深川、生駒は安心安全。現在は秋元、飛鳥、梅沢、久保、遠藤、柿、井上、池田、富里、伊沖、小川。この辺はまず安心だ。神奈川やあるのに嫌悪感を持ってるメンバーは信頼できる。ついこの間 AKB の子がやらかしたけどスキャンダル起こしたメンバーに厳しいタイプだったろ。恋すると人間は簡単に変わるんだよ。スキャンダルなく卒業していったメンバーは運よく本気で恋する男が現れなかったメンバーだったというだけだ。地方面は安全じゃないと考えた方がいい。しんどい時、疲れた時に家族みたいに損得なしで支えてくれて頼れる人がいない女は男に逃げる。絶対数なら首都圏の方が多いだろ。大で受け来る人数、合格者メンバーが圧倒的に多いから割合で少なめに見えるだけ。与田はやらかしたばっかだから気をつけると思う。今日から安心安全だよ。加入前にパパ活してた女は逆に安全かもしれんぞ。岩本蓮香さんは安心安全ですか？ごまきっていう前例があるからな。歩道を歩いてる山下とか遠藤の写真と歩道を歩いてるだけの K-MAX のディレクターの写真2枚撮影して、山下と工事中のディレクターは付き合ってる、遠藤と工事中のディレクターは付き合ってるって捏造すればみんな信じてくれるよな。バカばっかだから。ディレクターの部分、一般人の俺ってことにしてくれない？いいよ。やったーって誰も信じんわ。西野は卒業したらさっさと結婚すると思ってたけど、意外とまだなんだよな。若月なんかはあっという間だったけど。白石とか西野とか生田とかアイドル辞めてるのに恋愛解禁してない奴らって何なんだろうな。理想が高くなってる可能性。そのクラスだと釣り合う相手がなかなかいないからじゃね。今更、売れない若手芸人とは恋愛できないだろうし。芸能人にならなかったとしても根気遅いタイプだろうな。美人でそういう人時々いる。我々の乃木坂ファンはアスカがジャニーズと LINE しようが松村さゆりが路中しようが、若様がプリクラで中しようが橋本がソニー取締役の愛人だろうがロッティがスカウトと付き合おうが、農場さんがパワースポットデートしようが西野がワイルド D と付き合おうが神奈川さやがジャニーズとデートしようが、
山下美月が彼氏の指舐めてようがミサ先輩が彼氏にハンバーグ作ろうがセイラが彼氏プリクラ流出しようが、みなみちゃんが御曹司と付き合おうが斉藤優里がジャニーズと付き合おうが岡本ひなが彼氏とデートしてようが、中西あるのがパパ活パンツ売りしてようがヨダちゃんが子持ちトレーナーと夜のトレーニングしてようが、今までと変わらず乃木坂は応援する。ヨダちゃんの件で西野がバカッターに叩かれてるが運営はマジで開示請求しろよ。これこそ本当の名誉毀損だから乃木オタの民度を上げるためにやれよ。安心安全な人間なんてこの世にいない。小川彩ちゃん。真夏さんこのまま綺麗なまま卒業まで行くならすごいわ。料理もできるし理想のお嫁さんじゃんもう。マイアンこの前の濱家をご飯に誘うやつめっちゃ可愛くなかった？あんなんすぐ彼氏できるで。体型でいくと、ヨダの麻薬の陽気は安心できそう。色入った苦節。マジでこれだろ。本当に安心安全求めたらドルオタやめたらいい。まず数百数千の倍率から選ばれた女なんだしどのような状況でも男から狙われる危険がある。それでも応援したいなら性格が悪い女を応援しろ男が寄ってこないから。さくちゃんとさーちゃんは信じられる。星野の件で何も信じられなくなった。メンバーみんな真っ黒だ。俺は可愛い子見るのが好きだからドルオタやってるけど、恋愛事情とかには興味ないからその辺の報道出ても基本ノーダメージなのでドルオタ適性高いと思ってる。一番ダメージあるのが卒業発表。俺も同じ。恋愛バンバンやっていいとすら思ってる。別に恋愛はいいんでない？今は嫁が訴えて不倫のフェーズに突入するかの話だし。不倫はあかんね。女子校出身でやらかした子っているっけ？もしいないならいい基準になるんじゃないか？富里は他メンバーがブランドの可愛い服を着てる中、イオンに入ってるハニーズとかで服を買っている。一般の中高生の金銭感覚のままなので安心です。金銭感覚とやらかしは関係ないのでは？その理論だと川崎はやらかすな。やっぱり斉藤冬か。男がいたとしても安心安全。勘のいい人ここにも結構いるんだね。ヨダの膝枕チャレンジスレとか星野の挙動とか自分は全然変化わからんかった。ライブに男友達、酒飲み公言、つまみ、馬刺しとか親父っぽいの暴露。この辺から怪しいでしょう？20歳以降には大穴で山下は逆に大丈夫な気がする。島崎和歌子、井森美幸、磯山さやか、こいつらみたいな女を乃木坂から探せば安心安全だぞ。やっぱり本当しっかりしてるんだなぁと思えるやつは大丈夫。秋元、梅沢、久保、柿子の辺くらいだな。僕は僕を好きになるのフロント最強説。生田梅沢山下久保飛鳥。梅は安心。男にとって敷居が高すぎる。テレパンは安心安全だろうけど卒業したら消えるだろうね。汚い芸能界でやってけると思えない。テレパンは汚くもないし悪人でもないけど合理的で冷徹でドライで計算高いぞ。大衆を熱狂させる快感を覚えたら芸能界残るだろう。そういえば相当閣下も芸大落ちているな。小川しか無理やろ。ある意味、あるのと岡本だよ。よほどのバカじゃなければ二度も騒動を起こさんよ。真夏さんには桃地や道重さゆみのようなアイドルとしての覚悟を感じる。真のプロたち。あやちゃん、あやめちゃん、あやねちゃん、あやのクリスティちゃん。ここで小川ちゃん、いおきちゃんをあげられない奴はバカ。やっぱり水木。それこそヨダが安心安全じゃないの。アイドルグループとしては男に受けるメンバーは必要。あとは運営の腕次第なんだけどな。もう久保山下くらいやろ。この人たちはプロだわ。もう真夏さんしか信じられない。生駒が残した真夏は乃木坂の両親は本当だったんだな。テレパンは御三家女子学院で偏差値バカ高いし普段の言動を見ていてもハメ外す感じがしない。まゆゆを思い出した。まゆゆもノースキャンダルでフィニッシュしたし、テレパンもね。頭良すぎるが上のキャラ崩壊かね。やっぱりカッキーとかゆりちゃんあたりか？信じられるのはあやだけだわ。やっぱりあやめんだよねってなる。安全安心なメンバーって、自分が好き。
自分の人生が一番大事、男ごときで自分の人生狂うとかありえないと思ってるのが絶対条件。生田絵梨花はまさにこのタイプ。山下美月や久保しおりも同じ。まあアスカがこれからの乃木坂代表に名前を出した久保山下だろな。ここからが勝負言ってたからな、二人ともまだまだ上昇するつもりだろ。マジレッスルと学業とアイドルを両立させる真面目な子はほぼ安心。4期5期のような。まだ何の騒動も起こしてないメンバーの方が不安だろ。逆に何かあったメンバーはこれからは安心安全だよ。だいたい、ミーグリの対応を見たら、男に慣れているかどうかはわかるだろう。色恋影響、キャバ対応しているのは、覚悟しておいた方がいいよ。以上、安心安全なメンバー教えてくださいに対するオタたちの反応でした。個人的には恋愛は自由にしてくれればいい。ただバレないようにだけしてほしい。良ければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。